はい、どうも元です。今回の日本帰国ライド3本目、最後の動画になります。今回は錦江湾沿いにですね、佐多岬まで行ってきました。距離的にはですね、往復で150キロだったんで、大したことはないんですけど、山もないのにですね、意外と獲得標高が伸びてるのとですね、帰りの向かい風がですね、結構しんどかったです。日本に帰ってくるとですね、距離の感覚がおかしくなるというかですね、昔は遠いって思っていたところがですね、大したことないなというふうに思ってしまいます。前回の動画でもお話ししましたが、大隅半島はですね、田舎なんでですね、幹線道路じゃないとですね、結構補給が厳しいですね。下手したらですね、ベトナムの田舎よりはお店がないかもしれないです。ベトナムの田舎はですね、田舎でもですね、人が住んでるんで、なんか店があるんですよね。ただ僕の地元の方はですね、人が少なくなってきてるので、人が住んでても店がですね、ないことが結構ありますね。分かってはいたんですけど、今回も補給には苦労しました。垂水市から鹿屋市に入ってですね、国道220号線からですね、外れると予想以上にですね、コンビニがありませんでした。海水浴場があるエリアがあるんですが、コンビニぐらいあると思ってたんですけど、全然ありませんでした。旧大根締町って、今錦江町っていうんですかね、に入ってですね、やっと最初のコンビニがありましたね。日本だとどこでもコンビニがあると思ってたんで、とても油断をしていました。一旦そこでですね、食べ物と飲み物を補給して、さらに南下します。一応旧佐多町に入ったらですね、店はないだろうって思ってたんですけど、南大隅町、ねじめ町というところですねが最後のコンビニのあるところでした。途中佐多のですね、お肉屋さんでですね、いい匂いがしたんですけど、そのまま通り過ぎてしまいまして、後日Google マップで調べたらですね、コロッケと唐揚げがですね、最高ってコメントを発見したので、次回行った時は必ず寄って食べてみようと思います。ねじめからですね、佐多はですね、道路がかなり整備されていて、とても綺麗で走りやすかったですね。途中で長いトンネルがあったんで、そこはもしかしたら迂回した方が安全かもしれないですね。佐多岬まではですね、とにかく登ったり下ったりっていうのが多くてですね、起伏の激しいルートでした。岬の手前のですね、田尻漁港は波も穏やかでですね、日向は暖かくて、一日海を眺めていたくなるような天気でしたね。岬に着くと駐車場兼観光案内所がありましたが、特にお店コンビニはなくてですね、この時点でお腹はペコペコで、した。売店にですね、冷凍食品のライスバーガーが売ってたんで、お店の人に聞いたらですね、温めてくれるっていうことだったんで購入しました。ここでライスバーガー食べてなかったらですね、多分くたばってたかもしれないです。結構登るな。展望所まではですね、歩行者限定で自転車は通行不可だったんで、観光案内所からですね、灯台を眺めつつ、ライスバーガーを食べて記念撮影をしました。もう少しゆっくりしたかったんですけど、帰りの向かい風を考えるとですね、帰宅が日没を過ぎてしまいそうだったので、早々に佐多岬を後にします。帰りは同じ道をですね通るんで、行きがけに見かけた、食事ができそうなところに寄ってみようと道の駅のレストランに入ってみたんですけど、ランチ時間しか営業してないということですね。結局お店に入っての食事は今回できませんでした。とりあえずですね、最初に見つけたコンビニに入ってですね、サンドイッチを購入します。地元なんで鹿児島弁で話したんですけど、店員の高校生っぽい女の子がですね、標準語で返してきました。しかもですね、なんですかね、普通にっていうか、イントネーションも全然
普通にですね。田舎にずっと住んでる人っていうのは、イントネーション、言葉はね、標準語でもイントネーションは鹿児島弁のことが多いんですけど、ちょっと新鮮というか、びっくりしましたね。そこはですね、自転車競技部がある高校なので、もしかしたらよその地域から来られた人かもしれないですね。僕がですね、本気で鹿児島弁を話したら多分普通の人は分かんないんで、ちょっとこれから鹿児島弁で喋ってみようかなと思います。ちなみにですね、日本語での字幕はつけないでおこうかなと思っています。ではとりあえずお約束の簡単なやつから。白我sẽ vài chữで思うわいせわいちゅで。今日はぜいよかひよいやったがよ。今週はほがねでよ。いけあいなこっぱかいすっとよ。今日ビンタがいてがせいよはめがりがよ。前けんな我がいせもとせじさんの墓参伝せながらいて。さたみさせ食った名古屋やったがよ。前来た時4日はぜ道がよ8日になっちゃっせ。ひったまがったがよ。おげんおとがわぜ釣りが好きやせ。4日さたみさきに飽きちゃったばね。なんかいいとよ海せお手せわぜなんかも決心手前やったけどな。かごいません元来たことはね、やっぱたもろがとかよ、わずですがあわけよ。なんかフェリーのうどんとかよ、チキ揚げとか、あと本田豆腐かね。あと山形屋のよ、食堂の焼きそばがわずでたもろがあったがよ。ぎよいなわいが売ったくらいとね。やっぱりよかもぬたもらんとやせんの。どうでしょうか。皆様ご理解いただけましたでしょうか。語学系の YouTuber でよくなんですか、日本語が流暢な外国人にこの日本語を聞いて、理解できるかっていうのがたまに出てきますけど、ちょっとそれの題材として、もう利用誰かしてくれないですかね。方言といってもですね、世代とかですね、地域で多少バージョンが違うので、鹿児島の人でもわからないかもしれません。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回のベトナムの動画でお会いいたしましょう。